天体望遠鏡の部屋。3D プリンタで作った天体撮影関連パーツ紹介その3。2021年12月。今回は RC6 にスカイウォッチャーのフォーカスモーターを取り付けるためのステーです。モーター付属のプレートでは RC6 に固定できず、アダプタの加工も必要かもしれませんが、3D プリンタで作ればなんとかなるだろうということで、購入に踏み切りました。フォーカサーを取り外して現物合わせでいろいろ検証した結果、このような形状のマウントを用意すれば、綺麗に装着できそうです。で、早速印刷を行い、実際に装着してみました。ちなみに、ハンドルを外した状態のシャフト径が 4.2mm で、付属のアダプタは 4mm 径の穴のため、そのままでは差し込めませんでした。このため、4.2mm のドリル刃で穴を広げました。結局、加工作業としては、その1点のみで済みました。スカイウォッチャーのフォーカスモーターは比較的安価で、以前に KE952×675 反射望遠鏡に装着して、ピント合わせがやりやすくなった経験がありました。RC6 はデュアルスピードフォーカサーなので、手動でより精密にコントロールできるようにはなっていますが、手で触れる以上振動は避けられません。モーターで駆動すれば、ピント合わせ時の不快な振動を最小限に抑えられます。機能は至ってシンプルで、可変抵抗でスピードを決めて、方向ボタンを押している間だけモーターが回転する仕組みです。クレーフォード式で、このビスを締め込むことでテンションがかかり、回転ノブの動きが伝わるようになります。緩めるとフリー状態になります。ここをしっかりと締め付けていないと、カメラなどの自重で勝手に動いてしまいます。テストでは、安定化電源から 9V を供給しました。コントローラが2つ映っていますが、テストで使用しているのは、以前購入したものです。次に撮影状態を再現します。以前に公開した RC6 開封動画では、どうやらレデューサーの使い方が間違っていたようで、実はこの部分でレンズ本体が分離する構造になっていました。このレンズ単体状態からバックフォーカス 70mm に合わせていけば良いようです。こちらが T リングですが、ケンコーの新しいバージョン2のものを追加購入しました。内面に反射を抑える塗装が施されていて、より撮影向きになっています。ここに長さを調整するための 10mm 延長リングを装着します。そして、外径を合わせるために 3D プリンタで作成したカバーリングをかぶせます。そして、レデューサーに付属していた変換リングを装着することで、レデューサー本体を取り付けることができるようになります。これで、フランジバック 44mm と T マウントの 11mm、10mm 延長リングと 5mm の変換リングで、合計 70mm のバックフォーカスになるという計算です。本当にこれで合っているのか、ちょっと自信がありませんが、少なくとも、以前の使い方は、完全に間違っていたと思われます。先端にフィルターを装着します。そしてカメラ本体に装着します。接岸部に挿入すると、固定用のビスがペンタ部分の出っ張りと接触してしまうため、干渉しない位置にカメラを傾けて装着する必要があります。
重量物のカメラが装着された状態で、モーターの力で持ち上げることができるのかテストしています。回転はしていますが、今一つ動きとして伝わっていないようです。これはクレイフォード式の弱点ですね。テンションがしっかりかかっていないとスリップしてしまうようです。あと、モーターシャフトとカプラは内部のゴムリングで接続されているので、若干ダイレクト感に乏しい感じです。方向転換したりすると、一瞬遅れて動き出す感じになります。最初、
全くモーターが反応せず故障かと思いましたが、前回の時も最初は動かなかったことを思い出しました。コントローラを交換したり、モーター部分を分解してみたりもしましたが、特に問題点は見つけられず、一向に動く気配がありませんでした。しかし、しばらく触っていると、なぜか普通に動くようになりました。その後は、特に動かなくなることもなく使用できています。前回も同じようなことが起こった記憶なので、この製品固有の事象なのかもしれません。とりあえず、モーターは、しっかりと固定できて使える感じになったので、良かったです。続く。